ここが好きだよ日本人へようこそ。独自の文化が育まれている国、日本。今、日本の文化は世界で高い評価を受けています。クールジャパンに代表されるアニメ、漫画などのコンテンツや禅の文化などが特に人気です。日本独自の文化は1000年以上も前から芽吹いていたと言われます。海外の人をも感動させる日本古来の文化とはどういったものなのでしょうか。こんにちは。私はナンシー。イングランドはウォリックシャーの出身の27歳よ。イギリスの名物を思い浮かべてみて。私が思うイギリスの名物といえばパブだわ。お酒を飲みながら語り合うにはもってこいの場所よ。フィッシュ&チップスをはじめとするイギリスの伝統料理も楽しめるの。でもイギリスといえばロンドンの街並みを思い浮かべる人の方が多いわね。首都だからね。ビッグベンやロンドンタクシーのイメージが強く印象に残るのも仕方ないわ。とはいえ私の故郷であるウォリックシャーにもイギリスを代表する名所があるの。それはストラトフォード・アポン・エイポンという町。この町は偉大な劇作家であるウィリアム・シェイクスピアのふるさとなの。彼の成果が今でもこの町に存在するのよ。シェイクスピアの作品の特徴は何といっても細やかな人間心理の描写。最も優れた英文学の作家と呼んで差し支えないほどの腕前よ。さらに彼が残した膨大な作品群は初期近代英語の研究資料としても高い価値を誇るの。100人の偉大な英国人ランキングにもランクインしたイギリスを代表する人物だわ。私はシェイクスピアの文学作品だけでなく様々な文学に興味を持っているわ。ヨーロッパやアメリカの古典文学は有名だけど、この前知ったのは日本の文学。ノーベル賞を受賞した川端康成の作品なんかは有名ね。最近だと和夫石黒がホットなんじゃないかしら。実は日本にはシェイクスピアが生まれるよりも前から文字の文化が浸透していたそうなの。およそ1000年前の作品が残っているわ。この文芸が作られた1000年前の時代のことを平安時代というそうなの。当時から日本の文化が栄えていたらしいわ。正直初めてそのことを知った時は疑っていたわ。あの小さな島国に1000年前から文化と呼べるものがあったなんて信じられなかったもの。でも日本の首都だった京都にはその名残があると知って京都旅行の計画を立てることにしたわ。本当に文化があったのかこの目で確かめたいじゃない。そんなわけで日本に降り立ったわ。目的地に近い関西国際空港に到着する便に乗ったの。ちょうど秋だったから観光客も多かったわ。彼らの目的地はおそらく嵐山でしょうね。空港から電車に乗って目的地へと直行したわ。私が向かった先は京都だけど京都市ではないの。今回の旅の目的地は宇治。京都市に比べて落ち着いた街並みが特徴的らしいわ。途中奈良を経由して宇治に到着したの。宇治駅からしばらく歩くと宇治川という大きな川の川辺に着いたわ。赤い大きな橋がかかっていていかにも日本という景色だったの。まずは宇治市の源氏物語ミュージアムに行くことにしたわ。この源氏物語というのは平安時代に作られた長編小説。当時の貴族社会の描写がなされている作品なの。だから歴史の資料としても価値があるそうよ。さらにこの源氏物語、主人公である光源氏の恋愛にも焦点を当てているの。主人公が多くの女性と関係を持つ物語らしいわ。
恋愛小説だから読む気はしなかったけど、この源氏物語には並んで取り上げられる作品があるの。それは枕草子。こちらはエッセイ形式の作品よ。ちなみに日本最古の物語は竹取物語。竹から出てきた赤子が実は月の住人だったという作品なの。正直源氏物語には興味がなかったけど、1000年前の暮らしは見ておきたいじゃない。だからここに行くことにしたの。正直平安時代に文化があったなんて話、眉唾だと思っていたわ。平安時代は中世に差し掛かる時代。同じく中世のヨーロッパは暗黒時代とも呼ばれる特筆すべき文化がなかった時代よ。華やかなローマの時代が終わって争いを好むゲルマン民族による支配がなされていたの。ルネサンスに入るまで人々の知的探求心が失われていたとも言われるわ。だから平安時代も野蛮な時代なんじゃないかと思っていたの。大陸という世界の文化が流れ込む場所に位置していたヨーロッパですら文化がなかったもの。小さな島国に文化を持てるほどの国力があるとは思っていなかったわ。昔のものなんてどこの国にもあるでしょ。例えば家具や農具とかね。だからそういったものを取り上げて文化と呼ばれてもにわかには信じがたいの。ミュージアムに入るまではそんな疑いの眼差しを持っていたわ。館内に入った時は驚いたわ。平安時代の美的センスがあまりにも高かったもの。平安の貴族女性が身にまとう衣装の美しさに息を飲んだの。十二一という幾重にも重なった色とりどりの着物がまるで空にかかる虹のように目を引きつけたわ。その着物の一枚一枚も美しいの。花を想起させる幾何学的な模様があしらわれていたわ。この貴族の暮らしぶりの優雅さにも驚いたわ。彼らは移動するとき馬には乗らなかったし、ましてや歩くなんてことはなかったの。彼らが移動に用いるのは牛車。鮮やかな花柄やひし形の模様で彩られた車が展示してあったわ。そして彼らには娯楽があったの。貝合わせという金箔をふんだんに使って美しい絵が描かれた貝殻を用いる遊びが代表的だわ。貝殻の上下がぴったりと合うものを選ぶ遊びなんだそう。他にも囲碁やすごろくといったゲームにも講じていたそうだわ。1000年前にこんな優雅な文化が存在していたことに驚いたの。予想していた不潔なイメージとは大きくかけ離れていたわ。ローマ帝国崩壊後の中世ヨーロッパとは比べ物にならない文化レベルの高さを思い知らされたわね。しかもすごいのは金や鮮やかな色を多用しているのに少しも下品さを感じさせないところ。己の力を誇示したいはずの特権階級の人がどうしてこんなに上品なのか気になったわ。その答えも明らかになったの。どうやら当時の文化の主役は女性だったそう。源氏物語や枕草子が女性作家によって綴られたのは知っていたけど、他にも和歌の世界などで女性が活躍していたそうだわ。これには驚いたわ。欧米で女性が活躍しだしたのは近代に入ってからだったもの。欧米人がむさ苦しい価値観に縛られていた時代にこんな先進的な文化を築いていたなんて信じられなかったわ。途中に源氏物語の挿絵も展示してあったのだけど、繊細なタッチが美しかったわ。食わず嫌いしていた源氏物語を読んでみようという気になったの。次に向かったのは平等院鳳凰堂よ。日本の10円硬貨にも描かれている代表的な平安時代の建築物なの。行列ができていたからしばらく待つことにしたわ。その間に宇治の名物をいただくことにしたの。
お店で茶団子というお茶を用いたお菓子とほうじ茶をセットで頼んだわ。宇治はお茶の産地として有名で、平等院へ続く道でもお茶を加熱することによる香ばしい香りが漂っていたの。はじめに茶団子を食べたのだけど、お茶の程よい苦みが餅の甘みと合っていたわ。フレッシュな茶葉が手に入る土地ならではのお菓子だと言えるわね。ほうじ茶も飲んだわ。生まれも育ちもイギリスの私はお茶にうるさいの。だから発酵させていないお茶に期待していなかったのだけど、ほうじ茶を飲んでみてその偏見はなくなったわ。ほうじ茶の魅力は何といっても香ばしさ。口の中に広がる香りの強さはアールグレイにも負けていないわね。日本のスイーツに舌鼓を打っている間に平等院の行列が短くなってきたから拝観することにしたの。待ち時間にいろいろと平等院について調べたわ。平等院は藤原道長の別荘地を寺院としたものなんだそう。この寺院のコンセプトはズバリ天国の世界を現世に再現すること。当時の日本では天国のことを極楽浄土と言ったそうだわ。当時極楽浄土に必ず行けるという教えの浄土信仰が流行っていたのよ。だから寺院がたくさん建てられたそうよ。ここは秋になると紅葉を見に来る人でにぎわうの。私が行った時も紅葉の季節で赤く色づく木々が美しかったわ。しばらく歩くとここの目玉が眼前に現れたわ。大きな池の中央に鳥が翼を広げたような左右対称の鳳凰堂が立っていたの。その存在感に圧倒されたわ。当時の日本人の感性は死後の世界にまで手を出していたの。そんなイマジネーションに富んだ文化が1000年前にあったというのは素晴らしいことだわ。他にも驚かされたことがあるわ。それは開放的な造り。中世ヨーロッパ貴族の建築では敵から身を守るための機能が重視されていたのだけど、この鳳凰堂にはそんな無粋な機能がないの。貴族の財力を持って作られたひたすら優雅な建物だったわ。さらに平等院内にあるミュージアムでは所蔵品を見ることもできたの。最古の大和絵と呼ばれる絵画の美しさに息を飲んだわ。さらに雲に乗った菩薩の像にも驚いたわ。慈悲深さを感じさせる柔らかな衣装と雲が天国の風景を想起させたわ。さまざまなポーズをとった菩薩たちがいて何時間でも見ていられたわ。この菩薩こそが当時流行っていた浄土信仰の様式なんだそう。その後、世界一狭い世界遺産というものがあるらしいから行ってみたわ。平等院から山の方に向かって鳥居をくぐったらその場所にたどり着いたの。現存する最古の神社建築、氏神神社よ。本殿は平安時代末期に建てられたそう。仏教だけでなく神道も取り入れる柔軟さこそが日本のすごいところだと思ったわ。この神社の特徴はおみくじ。うさぎをかたどったおみくじがとってもキュートだったわ。お土産も兼ねて一つ引いていったの。宇治を出る頃には日本文化に魅了されていたわ。みんなが日本文化に興味を持つ理由がよくわかったの。平安時代に開花した国風文化。日本独自の仮名文字の採用によりさまざまな文学作品が生み出されました。特に女性作家による文学作品が多いのが特徴的です。これは当時の政治的風潮あってのもの。天皇家との政略結婚に送り出す藤原家の子女に加えて、教養ある女性が女房として皇室に仕えました。藤原家に近づきたい貴族たちは
女房にふさわしい女性を育てるために娘の教育に力を入れていたのです。そんな教養ある貴族女性によって著名な文学作品が記されました。源氏物語や枕草子がその代表です。また中国との直接的な交流が下火になり、日本独自の文化が加速的に発展していきました。他にも国風文化に影響を与えたものがあります。それは宗教。末法思想というブッダの教えが途絶える危機感から浄土信仰が生まれました。当時の建造物などに浄土信仰の影響が強く見られます。日本人の豊かな感性を感じることができる当時の文化は書籍などの形で今も受け継がれているのです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。